皆さんこんにちは、アンリです。今日はマイクロソフトとオープン AI が歴史的な提携の作り直しに合意し、マイクロソフト株が 5% 下落した話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月27日、世界の AI 業界の支配構造を支えていた最強タッグ、マイクロソフトとオープン AI が提携の中身を抜本的に作り直すことで合意しました。マイクロソフトが2019年から独占してきたオープン AI の最先端 AI を使う権利、これがついに非独占に変わります。マイクロソフトは引き続きに1032都市までオープン AI の知的財産にアクセスできますが、 Amazon Web サービスや Google クラウドといった他社のクラウドでもオープン AI が自社製品を販売できるようになります。さらに衝撃的なのは、提携の中心にあった AGI 条項が完全に撤廃されたことです。 AGI は人間レベルの汎用人工知能のことで、これまではオープン AI が AGI を達成した瞬間にマイクロソフトの権利が消えるという非常に特殊な契約でした。これが消滅したのです。発表を受けてマイクロソフトの株価は 5% 急落し、時価総額で数千億ドル規模が一瞬で消えました。それでは、なぜ今このタイミングで提携の作り直しが起きたのか、何が新しくなり、私たちのチャット GPT の使い方や日本の AI 関連株にどんな影響があるのかを整理してお伝えします。まずこの提携を最初におさらいしましょう。マイクロソフトとオープン AI に2019年に提携を結び、マイクロソフトが累計100億ドル超、日本円で約1兆5000億円を超える出資を行ってきました。そのお金の見返りとしてマイクロソフトが得たのが3つの大きな特権です。一つ目はオープン AI の最先端モデルをマイクロソフト Azure が独占的にホスティングする権利。二つ目はオープン AI の収益の一部をマイクロソフトが分配で受け取る権利。三つ目は AGI に関連する独自の条項です。この3つの権利が組み合わさってチャット GPT が世界を席巻し始めた2023年から2025年までの3年間、マイクロソフトは AI 時代の絶対王者として君臨してきたわけです。ところが2026年に入ってから、この絶対王者の地位が静かに揺らぎ始めました。背景には3つの構造変化があります。1つ目はオープン AI 自身の独自路線です。オープン AI は独自にセレブラスと2兆円規模のチップ調達契約を結び、オラクルとも複数年のクラウド契約を結びました。2つ目はアンソロピックの急成長です。アンソロピックの企業評価額は2026年4月時点でプレ IPO でついに1兆ドルに到達し、チャット GPT の強敵として法人市場で本気で食い込み始めています。3つ目は規制環境の変化です。米国 EU 日本の各当局がクラウド独占プラス AI 独占のセット技を警戒する空気が強くなっています。この3つの圧力の中で両者が提携の作り直しに合意したというのが今回の発表です。それでは4月27日の発表で何が変わったのか、その中身を3つに分けて見ていきましょう。1つ目はマイクロソフトの独占ライセンスの終了です。これまでオープン AI の最強モデルは Azure 経由でしか使えませんでした。これが今回の発表で、オープン AI が Amazon Web サービスや Google クラウドでも自社モデルを直接販売できるようになります。つまりこれからのチャット GPT や API は Azure だけでなく AWS や GCP にも乗ってくる可能性が高いクラウド多角化の第一歩です。マイクロソフトには2032の手までライセンスは残りますが、それは非独占になります。Azure は引き続き優先リリース先として優遇されますが、絶対的な唯一の窓口ではなくなったというのが重要なポイントです。2つ目は収益分配の見直しです。これまではオープン AI の売上の一部がマイクロソフトに自動的に流れ、
逆にマイクロソフトが Azure で再販する OpenAI 製品の売上の一部が OpenAI に戻るという双方向の収益分配ルールが存在しました。今回の合意でマイクロソフトが上流に流す分配は2030年まで継続されますが、総額に上限がつく形に変更されます。一方でマイクロソフトからオープン AI への再販分配は完全に停止します。要するにマイクロソフトが今後得られるオープン AI 由来の継続収益が頭打ちになるという財務的なダメージが発生したのです。これがマイクロソフト株 5% 急落の最大の理由です。3つ目は AGI 条項の撤廃です。これが今回の発表で最も静かな、しかし最も衝撃的な変更です。これまでの契約には OpenAI が AGI、つまり人間レベルの汎用人工知能を達成したと判定した瞬間、マイクロソフトが持つ独占権が消えるという特殊な条項が組み込まれていました。これは OpenAI が AGI を世に出す時の自由を守るための条項であり、マイクロソフトにとっては AGI 到達と同時にこの最大投資が一部消えるという巨大なリスクでもありました。今回の発表でこの AGI 条項そのものが撤廃され、 AGI が達成されようがされまいがマイクロソフトが持つライセンスはそのままです。これにより OpenAI にとっては AGI だから独立するという出口がなくなり、マイクロソフトにとっては最強の資産が AGI 到達で消えるというリスクが消えた、両者にとっての安定剤になっています。では私たちの AI 利用にどんな影響があるかを3つの視点で見てみます。1つ目はチャット GPT が Azure 以外でも提供される可能性です。これまで日本企業が OpenAI の API を業務利用するときは Azure を経由するのが事実上の標準でした。今回の合意で OpenAI が AWS や Google クラウドにも展開できるようになると、うちは AWS しか使えないという企業もこれからはチャット GPT 系の最新モデルを直接導入できる可能性が出てきます。クラウド選択の自由度が大幅に広がります。2つ目は AI 関連株の主役交代の予兆です。マイクロソフトは時価総額で世界トップ級ですが、今回の発表で 5% 下落しました。一方でアンソロピックが評価額1兆ドルに到達し、 Google クラウドや Amazon ウェブサービスのオープン AI 窓口化が進めば Amazon と Google の株式が長期で恩恵を受ける可能性があります。日本でも Azure だけでなく AWS や GCP に依存する国内ベンダー、例えば NTT データ、富士通、伊藤忠テクノソリューションズといった大手 SIA がこれからの AI 調達で別の選択肢を持てるようになるというニュースとして読めます。3つ目は AGI をめぐる議論の現実化です。 AGI 条項が撤廃されたということは、逆に言うと AGI に到達しても契約が崩れない世界が現実に作られたということです。これまで AGI は契約上の特別なゴールでしたが、これからは普通のテクノロジー進化の延長線上で扱われていきます。 AGI 到達の判定をめぐる法的な争い、社会的なパニック、そういった漠然としたリスクが契約レベルで吸収された格好です。これは AI 業界全体にとって規制対応をしやすくする土台にもなります。それでは私たちが今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目はチャット GPT の提供チャンネルを意識して使い分けることです。すでに法人で利用している方は自社のクラウド契約が Azure なのかAWS なのか Google クラウドなのかを再確認しておきましょう。今後はオープン AI モデルが各クラウドに直接乗ってくる可能性が高く、うちのクラウドにオープン AI 最新版が来るのはいつかをベンダーに問い合わせるだけで、社内での導入計画が一歩進みます。2つ目は AI 関連株のウォッチリストを更新することです。これまで AI 銘柄イコール NVIDIA プラスマイクロソフトというシンプルな理解でしたが、今回の発表でマイクロソフトの一強構造が崩れました。アンソロピックは未上場ですが
Amazon、アルファベット、そしてオープン A 上場の話題、さらに日本の NTT データ、富士通、伊藤忠テクノソリューションズ、NEC といったクラウド多角化の恩恵を受ける SIR をぜひウォッチリストに加えてみてください。3つ目は AGI ニュースの読み方を変えることです。これまで AGI 到達の話題はSF 的なドラマとして語られがちでした。今回 AGI 条項が契約から消えたことで AGI は契約イベントではなく徐々に積み上がるテクノロジー成果として議論される段階に入ります。 AGI ニュースを見るときにマイクロソフト契約と関係あるかではなく、具体的にどのモデルが何ができるようになったかという冷静な軸で読む、これが今日からの新しい読み方です。最後にもう一度ポイントをまとめます。一つ目、マイクロソフトとオープン AI が提携を抜本的に作り直し、マイクロソフトの独占ライセンスは2032線まで非配他に変更され、 AGI 条項は撤廃されました。二つ目、マイクロソフト株は 5% 下落し、アンソロピックの評価額1兆ドル到達と合わせて AI 業界の支配構造が一夜で書き換わった日となりました。3つ目、私たち日本人はチャット GPT の提供チャンネルの再確認、AI 関連株ウォッチリストの更新、AGI ニュースの新しい読み方、この3つを今日から取り入れてメガテック地殻変動の波に乗っていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。